これね、2年前くらいに買って、結局一度も使わず開封さえしなかったアンカーのテーブルタップ的なやつなんですけれども、今後使う予定もないし、こんな未開封で綺麗な状態でもったいないので、メルカリに出品したら、売れましたので、発送してこようと思います。なんかね、便利かなと思って、買ったんですが、なんだかんだ言って使わなかったんですよね。コンセントが2つついてるのはいいんですが、ポートがね、USB のタイプ A しかなかったんですよね。私基本的に急速充電したいので、タイプ C しかほぼ使わないんで、タイプ C のポートがないっていうのはちょっとね、それがネックだったので、結局使ってなくて、最近もね、もうこれ、アンカーの、これもアンカーの製品なんですけれども、テーブルタップ新調しちゃったし、まあ次の人がね、有効活用してくれれば嬉しいなと思います。配送方法どうしようかなって見てみたら、いつも使ってるネコポスっていうやつが厚さ3センチまでじゃないといけないんですよね。大きさは結構大きくてなんか、どんぐらいだろう ?A4? そんなに大きいのは無理だったかな。なんかここにネコポスのボックスね。別にネコポスに関しては専用のボックスとか必要なくて、まあこれはなんかただそのネコポスの大きさに適合するサイズのやつなんですけど、だから A4 サイズぐらいまではいけるんですけれども、厚さがこれ切り込み見ていただくとわかると思うんですけど、3センチまでしかダメなんで、厚さのあるもほぼ送れないんですよね。で、今調べてみたら、宅急便コンパクトっていうやつで送るといいらしいんですが、それ専用ボックスを買わないといけないらしいんですよね。ボックスの指定があるみたいなので、発送するときにコンビニで調達して、で、送料もね、450円もかかるんですよね。まあ、しょうがない。とりあえず緩衝材だけ巻いといたので、この状態で、コンビニに持ってって、その場で梱包します。そういえばこれめちゃくちゃいいですよ。デロンギのコーヒーメーカー。これもね、メルカリで購入したんですけど、もう最近メルカリ生活に欠かせなくなってきてますね。これもメルカリでゲットしてめちゃくちゃ気に入ってるんですけれども、この見ての通り、普通のドリップコーヒーも作れるし、さらにエスプレッソも作れて、で、なんとこのミルクフォームも作ることができるっていう、一台三役のめちゃくちゃ多機能な、コーヒーメーカーです。いやもうね、私ね、いつもね、ハンドドリップで入れてたんで、たまにやるのはいいんですけれども、コーヒー飲むためにあれやるのちょっとめんどくさいんで、あれを機械でやりたいなと思ってて。本当はね、ドリップコーヒーだけ作れるコーヒーメーカー探したんですけれども、いずれエスプレッソメーカーも欲しいなと思ってたんですよね。でもこれはね、1台3役で、っていうことで、これ買えばもう全部済んじゃうじゃんっていうことで買いました。めちゃくちゃ正解でした。ただですね、グラインダーがないんですよね。グラインダーの機能が入ってないので、グラインダーはまた別に調達しようかなと思ってますが、めちゃくちゃ気に入っております。まあ以前ね、ネスプレッソとか使ったことあったんですけれども、これだけ本格的なエスプレッソマシンって私持ってなかったし、使ったこともなかったんでね、一度、これでね、カフェラテを作ってみたんですが、めちゃくちゃ美味しかったです。ちょっと、今からまた作ろうと思うんですけどね。もちろん普通のね、コーヒーもすごい美味しいですね。やっぱりね、朝とかね、自分で入れるのめんどくさいなっていう時にね、ここに豆とお湯をセットしとけば、ご飯食べてる間とか、お風呂入ってる間に、コーヒーができてるっていう。こっからこのジャグを取って、カップに注ぐだけで美味しいコーヒーが飲めるっていう感じで、めちゃくちゃ生活を楽にしてくれます。私のね、コーヒーメーカー探す条件で、ね、このね、保温ができるっていうのも条件の一つだったんですけど、保温もできるしっていう感じで、いや、これすごいっすね。もう本当に何でもできるっていう感じ。多機能すぎます。うん、うまい。ここまで美味しいラテ家で入れられたことはないですね。やっぱ最高です。お供はこれにします。名古屋の、実家からもらってきた名古屋の、お菓子。これ美味しいんですよね。名古屋版、白い恋人みたいな感じで。よりバターも効いてて。なんかチーズっぽい感じもするんですよね。すごい美味しい。
よし、発送 OK。なんかめっちゃ睨まれてんだけど。はい、ではちょっと、ランニングしてきます。アクティビティのリンゴがね、多分走ってくれば一周するかな。エクササイズのリンゴが。で、ちょっと買い物も行きたいので、ランニングがてらちょっと買い物にも行こうと思います。さっき買い物行ったんですけど、味噌汁の具を買い忘れてね、今日の朝、味噌汁の具がなくて、ただの味噌水溶液を飲んでたので、ちょっとそれをゲットしに行きます。さて、近くのスーパーまで来て買い物済ませました。帰ります。あんまりもう3キロも走れてないですが、でもペースがね、1キロ8分ってことで、このペースは結構速いですね。このペースで長距離走れればいいんですけど、でもさっき散歩したからな、いい運動になったんじゃないでしょうか。エクササイズリングも1周はしませんでしたが、4分の3ぐらいはクリアしたかな。さあちょっと久しぶりに覗いてみようかな。お、起きてましたね。あれ、誰もいないのかな。出かけてるって書いてありますね。これも9時なのに誰もいない。ようぽさん、ようぽさん、元気？機嫌よさげ。さあ夜ご飯はそばです。これイオンの40円ぐらいのそばなんですけど、これね結構麺太くて美味しいんですよね。一人でもご飯食べてます。でこれがね、今日買い物行った時に見つけてきてめちゃくちゃ美味しそうだと思ったこの、セブンプレミアムのプリュッツェルペッパーベーコン風味って書いてあるんですけど、これがねめちゃくちゃ美味しいですね。本当になんかビールとかに合う味かな。ビールが相性最高だと思うんですけれども、確かに胡椒とかベーコンの味がしてすごい美味しいですね。ビール向けのつまみかもしれない。今度ビールと一緒に食べてみたいです。ポーさんもう11時なのにまだ一人ですね。ポーさん、反応なし。いやー、9月ですよ。早すぎますね。
さあ、まだ朝ごはん食べてる途中なんですけれども、食べ終わったらすぐコーヒーを飲めるように、こいつにコーヒーを入れてもらいます。今、水も豆もセットして、これでポチッと、これを押すだけでもう自動的にコーヒーが、入れてくれるっていう感じなんでね。今までは、例えば食後にコーヒーを飲もうと思っても、食べ終わってからコーヒーを入れる時間っていうのを作んないといけなかったんですけど、これはね、もうやってくれるんで、もうこの間、ご飯食べてでも、終わったらすぐに、食べ終わったらすぐにコーヒーを飲めるっていうね。で、ちなみにですね、この保温の仕方なんですけど、このボタンを、これね、コーヒーが入れ終わった後も、抽出後も、オンのままにしとくと保温になるみたいです。一回切っちゃうと、もう一回押すと、また抽出のモードになっちゃって、空だきになっちゃうんで、これずっと押したままにしとくと保温になるみたいです。はい、もう今ご飯を食べ終わって食器を持ってきたって感じですね。そうすると、もうコーヒーができているという。いや、コーヒーメーカー持ってる人からすれば当たり前かもしれませんが、毎回毎回ハンドドリップしてた、自分からすると、これはめちゃくちゃ感動的です。うん。しっかりあったかくて美味しい。なんか今日噛みまくりますね。温かくて美味しいです。コーヒーのともこれ、ファミリーマートで買ってきたクラッカー、クリームサンドクラッカーですね。これ、このファミマの、クリームサンドクラッカー、昔から好きなんですけど、なんか、最近食べてなかったんですけど、このコーヒー味っていうのが出たんですよね。間のクリームがコーヒー味になってて、これがね、めちゃくちゃ美味しいですね。おすすめです。しかもコスパいいっすよ、これ。120円ぐらいだったかな。さっきから15分、20分ぐらい経って、もう一杯飲んでみます。これ今保温しといたんですけど、じゃあこれスイッチ切って、これね、保温できるっていうのもコーヒーメーカーが欲しかった一つの要因なんですよね。ハンドドリップしたやつって、やっぱそのまま置いとくとね、冷めちゃうんですよ。で結構電子レンジとかで温めたりしてたんですけど、電子レンジだとやっぱ風味飛んじゃうんですよね。あ、すごい湯気もめっちゃ出てるんで。おー。じゃあ2杯目いただきます。あ、うまっ。もう熱すぎるぐらい。熱々です。うまっ。さあ、ということでですね、ちょっとね、今日はこのソファー。このソファー、これね、最近気づいたんですけど、わかるかな？ちょっとね、こっちのアームレストがちょっと傾いてるんですよね。わかりますかね？今これ iPhone のカメラで水平を撮って、水平な状態にしてるんですけれども、ちょっとね、内側に傾いてるのがわかると思うんですけど、この下見るとね、これ、ちょっと隙間空いてるんですよね。これね、この、アームレストの部分とソファーのベースの部分のネジが緩んできて、ほら、間空いてて、このソファーね、このアームレストのところに足がついてて、このベースというかこの座面の下の部分は完全に浮いてる状態なんですよね。なので、このアームレストのと繋がってるネジが外れそうになってることでめちゃくちゃたわんでるっていうことで、ちょっとね、このネジを、締め直したいと思います。多分2年ぐらいね、ネジ締め直してないんで、ちょっと、やらないとなっていけないっていうところですね。ほら。映像だとあんま伝わんないですけれども、肉眼で見るとすごいね、傾いてるというか、たわんでるというか、この、下の部分見てもお分かりいただけると思いますけど、ということでちょっと危ないんで直します。そしてついでにソファーの下も全然掃除できてなくて、脇から見るとね、なんか、いろんなものが入り込んでて汚そうなので、ちょっと掃除も兼ねて、このネジの締め直しをやろうかなと思います。よし、とりあえず、ソファーを寝かせて、下掃除機かけたんですが、なんと衝撃の事実です。ここのね、アームレストとの、このネジが緩んでたわけじゃなく、なんとこのね、座面の、土台部分が、もう、壊れてるっていう。ほら、ここなんかすごいネジというか釘が見えてると思うんですけれども、ほら、こことかもここに破片が落ちてますが、ここがもう完全に、なんだろうな、壊れてるんですよね。だからこのね、アームレストにネジ止めされてる部分と、このね、針の部分この接合部がもう、外れかけてて、っていう状態なんですよね。だから、とりあえずあれですね。これ、一応これを外して、これね、釘で刺さってたんで、釘じゃなくてちゃんとビスで、こっち側から
打ってみようと思います。それでなんとか保ってくれればいいんですけど。ちょっとね、ダメだ、これ。工具がなくて外せないので、ここのアームレストのところから直接ビス止めしようと思います。空回りしちゃって無理っすね。それにやっぱりネジが届かないというか、この締め付ける力だけじゃ治りませんね、これ。相当な力かけないと。無理そうですね、これは。それにね、これ、まっすぐからネジ打ち込めたらいいんですけど、これね、ドリルが大きすぎて、ここに入んないんですよね。ダメだ、このね、空回りしちゃいますね、先っぽが。やっぱりこのドリルのパワーが足りないのか、この先っぽが弱いのか。いけるか。ダメだ。空回りしちゃいますね、やっぱり。なんとかここは締め付けられたかな。じゃあこれちょっと応急処置的な感じで何本かこれをやっときますか。いや、一応ここからね、ビス止めしたんですけど、ここはもうどうしようもないかもしれないですね。ちょっとお手上げなんでもうとりあえずこのままソファー戻します。よいしょ。ちょっと出かけようと思ったんですが、このソファーの修理で想像以上に疲れたので、ちょっと、編集してました。はい、外に出てきました。なんかね、家出る前に地図で見たら、ここら辺もう混みすぎてて真っ赤だったんですけれども、全然そんなことないですね。今日はここです。丸亀製麺に来てみました。今日1日なんですよね。なので、釜揚げうどんが半額っていうことで。でもね、混んでるかな。ちょっとね、もう2時くらいになるんで、お昼の時間は避けてきたんですが、どうかな。外まで並んでんな。そしてもう今も周りの車からもう一気に5組ぐらい降りてきて、さらに並びましたね。そしたらですね、もう一個候補があるんですよ。ここのラーメンビリーの隣にある有頂天っていうラーメン屋があるんですけど、あそこずっと前から気になってるんですけど、一回も入ったことないんですよね。で、この前ね、行こうと思ったんだけど、混みすぎてて断念したんですが、どうだろうな、行けるかな。やってはいますね、のれんがかかってるんで。お、行けそうだな。じゃあちょっと行ってみようか。お疲れ様です。いや待って、めちゃくちゃうまかったな。感動的なうまさでした。味噌ラーメン、なんだっけ、あれが乗ったんですよ。ゲソ天となんか天ぷらとラーメンっていう組み合わせ初めて食べましたけど、めちゃくちゃうまいですね。そして味噌も美味しかったし、麺も太くて美味しかったし、でチャーシューもチャーシューもちゃんと乗ってんのかと思って食べたら、なんかチャーシューもなんか炭火で焼いてるような味がしてすごい美味しかった。で、上に乗ってる赤味噌にも結構ニンニクが入ってたみたいで、いやめちゃくちゃ美味しかった。あそこはリピート確定ですね。あんな美味しいと思わなかった。なんで今まで行かなかったんだろうって感じ。さて本日はちょっと長めにサイクリングをしたいと思います。ゆっくりと行こうと思います。長い距離サイクリングはしたいんですが、あまり負荷をかけないように。
ふう、30分ぐらい自転車こいましたね。お、7キロも走ったんか。すごいな。ここはですね、広瀬川の、河川敷なんですけれども、たまになんていうの、仙台駅から来た、よく、広瀬、なんだっけ、広瀬川の河川敷走ってると思うんですけど、そこ、いつも走ってる、岸の対岸ですね。反対側の岸です、ここ。なので、ちょっと見慣れない景色に見えるんですが、川を渡っただけで、いつも来てる場所っていう感じなんですけど、いやー、綺麗だな。ちょっと怖いな、これ。ちょっとこのまま、平坦が続いてると思ったら坂になってて、怖いんですが、綺麗ですね。はい。なんかすごい、結構人いますね。なんか、グラウンドとかがあってみんなスポーツしてますね。部活とかなんですかね。あそこにもいろいろ車が止まってて、こっち側はそういうエリアなんですかね。あそこではサッカーやってます。ちょっと休憩します。まあ今ですね、29度くらいあるんですけれども、湿度が低くて多少風があるので、そこまで激アツっていう感じはないですね。てかやっぱり涼しくなってきたんですかね。もうなんか30度超えが当たり前みたいな感じだったんですけれども、最近は涼しくなってきたので、まあ多少はね、まだ暑いですけど。そういえばこれ GoPro なんですけれども、先週ですね、実はこの自転車のこのマウントから取り外す時に盛大にコンクリートの上に落下して、このレンズの上のとこが結構傷いっちゃったんですよね。まあ GoPro って結構ね、アクティブに使うカメラだから、まあ傷とかね、そういうのつくのは仕方ないんですけど、なるべくね、そういうの避けたいんですよね。で、なんでそれ起こったかっていうと、なんだろう、焦ってやってたっていうのもあるかもしれないですが、前々からですね、このマウントの滑りが悪いなと思ってて、この GoPro 脱着するときに結構やっぱりね、 GoPro ってこう衝撃とかが、こうやって自転車につけたりなんかすると衝撃とかが加わるわけじゃないですか。だからこうきつめにできてるんですよね。いちいち動作がこう力を入れないとね、ここのバッテリーの蓋開けたりドア開けたりするのもそうですけれども、あえてそういう風になってるんで結構力入れないといけないんですよね。だからなんか結構滑りがね悪かったりすると勢い余ってバーンっていっちゃったみたいな感じなんですよ。でここね、特にこれがね、そうこれちょっと怖い。やっぱちょっと滑り良くなったかな。ちょっとね油塗ってみたんですよ。私いつも、潤滑油はクレ556っていう、有名だと思うんですけど、あれは自転車のお手入れとかチェーンに塗ったりもそうですし、なんかこう油が欲しいってなった時はそのクレ556を使ってるんですが、それちょっと塗ってみたんですよね、薄く。そしたら多少滑り良くなったかなって感じですね。やっぱ良くなったわ。やっぱこれでね、なんか取れないなと思って勢い余ってこうバーンっていっちゃったっていう感じなんで、ちょっとある程度ね滑りもね良くしたいんで、もうね油塗ってなかったらめちゃくちゃ滑りが悪くて、で結構ね指とかね指痛めちゃったりとかそういうレベルではないんですけど、結構こういうね角のところにこう勢い余ってね自分の指もぶつけてしまって結構痛い思いをしたこともねあったんで、やっぱちょっとね滑りが悪いと思ったら自分のためにも GoPro のためにも油ちょっと塗っといた方がいいのかもしれないですね。油塗ったとしてもこうやってロックかければ絶対外れることないんで、やっぱ脱着の時のために油塗っといた方が良いかもしれませんね。いつも使ってるサクションカップマウントとかもあれ滑り悪いんで、油塗ってるって話は聞いたことがないんですが、塗った方がいいと思うんですよね。なのでちょっと塗ることにします。結構自転車も走ってますね。気持ちよさそう。やっぱ結構サイクリングしてる人もいます。
とここのコープに寄っています。ちょっと休憩。あ、セカンドストリートとかもありますね。面白そう。で、お次はこの長町のでっかい山田電機に来てみました。ここ多分2年ぶりぐらいですね。今日はもう外は暑すぎて無理なので、目的なくウィンドウショッピング、これもなかなか楽しいんですよね。何より涼しいし。私が買ったエスプレッソメーカー売ってますね。3万円だ。安く買ったんだな、だいぶ。いやー、得しました。これ2011年とかに発売されたみたいなんですよね。って考えると結構ロングセラーですね。やっぱりこれ買って正解でした。やっぱりこれエスプレッソメーカーが2万1000円で、コーヒーメーカー1万7000円ってことは、やっぱりこれ買った方がお得ですよね。お次の目標はグラインダーですね。グラインダーがうちね、いいやつがないんですよ。で、今回買ったマシンにも入ってないんで、有力候補はこうやってですね、デロンギのこれがちょっと有力候補です。でも今また考え中。こっちもいいかなと思ってるんですよね。量も自動で測ってくれて、粗さも自動で設定できるっていうね。しかもコスパいい。やっぱさっき涼しくなったとか言ってましたけど、中から出てくるとめちゃくちゃ暑いですね。いや、やっぱ全然涼しくなってませんでしたね。そうだ、ちょっとここに自転車を置かしてもらって、ちょっと、今背中側に山田電機があるんですが、ここアスト長町公園みたいな結構大きい公園らしいんですけど、ちょっと行ってみたかったんですよね。なんか結構人もいますが、ちょっと行ってみたいと思います。かなり気持ちよさそう。あそこのマンション建ちましたね。なんか今年の初めぐらいになんか新しいマンション建ててるなとか言ったのを覚えてるんですけど、マンションなんかすごいいい感じのマンションが建ってますね。いや、ここら辺のエリアすごいですね。ボンボン新築のマンションが建ってます。すごい。いくらするんでしょう。いや、ちょっと山田電機で少し汗が引いたんで結構楽ですね。なんかね、私いつも汗拭きシートみたいなの常備してて、なんか発火成分みたいなのが入ってて、体拭くと涼しくなるみたいなやつをいつも使ってるんですけれども、もうめちゃくちゃ暑いからと思って、それで全身拭いてから冷房のかかったお店に入ったら、逆に寒すぎて、その涼しくなる成分と冷房で逆に寒すぎて、ちょっとこれ寒すぎるなと思って、今度はどっちかにしようと思いますね。さすがにあれで体拭いて冷房ちょっときつかったんで、こういうね、外とかで拭くといい感じに涼しくなっていいと思うんですけれども、ちょっとここの道も心地よさそうだったので散歩しております。なんかすごいですね。この周りもなんかすごい新しい家がいっぱい建ってまして、建て売りなんですかね。もう全部入居してんのかな。すごいな。こっちもほらすごいマンション群がたくさんあって、もうここら辺のエリアはもう全部新しいですね。古い建物が見当たらないというか、ここ最近開発されたとこなんでね。アスト長町中央公園の、案内がありました。なるほど。ちょっと歩ってみようか。この内側の道からでも公園一周できるみたいですね。なんかね、この前 YouTube かなんかでこのアスト長町の20年前とか30年前ぐらいの長町駅の方の映像を見たんですけど、もう本当に田んぼしかなくて、いや、これ本当に長町駅と思って、長町駅も今高架化されてますけど、なんかその私の見た映像では普通にこう平坦な、地上駅というか、普通に1階建ての駅で、しかも本当になんか駅舎とかもちょっとちっちゃくて、ホームもね普通に屋根があるだけみたいな、そんな感じだったので、こっから数十年でこんだけ発展したのやばいなって思いますね。すごいですよね。さらに現在進行形でいっぱいマンションとか家が建ったりしてるんで、これがまた、もう少し経つと、あの頃はまだ全然確かにマンションとかはいっぱい建ち始めてたけど、もっとすごいことになってるって思うかもしれないですよね。もう仙台駅前に匹敵するレベルになってるかもしれませんね。このペースでいろいろものができてると。いや、すごいな。そして暑い。だんだんね、日がなんていうの、日が沈みはしないですけど、高さが低くなってきたので、横からの光ってきつい。目が開かない。おー、すごいな。ここのマンションのこっち側の、部屋の人いいですね。この公園
公園があるっていうことはここにマンションは建たないっていうことですから、保証されてるんですよね。眺望がもうずっと何十年も見えるよって。なかなか公園潰してマンション建てるとかってなんないと思うので、公園の周りの家もそうですけど、公園に面した物件はねいいと思いますよ。なんかね、うちの実家のマンションも20年ぐらい前に買った時は、あそこのうちの目の前もう建物が建っちゃってね、リビングとかからが眺望がね悪くなっちゃったんですけど、向かい側の建物しか見えなくなっちゃったんですが、あそこの向かい側にはブリヂストンってタイヤの大きいメーカーがあるじゃないですか。あれの倉庫があったんですよね。でっかい倉庫があって、ブリヂストンが潰れるわけは絶対にないだろうから、ブリヂストンの倉庫の倉庫よりもうちは高かったんですよ。あれがちょうどうちの下の階ぐらいまでの高さだったので、ちょうどそのブリヂストンの倉庫で眺望が良かったんですが、ブリヂストンはね確かに潰れませんでしたが移転しちゃったんですよね。で、あそこの目の前にね建物が建っちゃって、建物の壁になっちゃったんでっていうのがあるんですが、公園だったらより安心ですよね。公園移転っていうのもあんまないだろうしね。で、なんかこれ丘みたいのがあったんで登ってきてみたんですが、結構高い、この公園で一番高い場所ですね。すごいいい景色です。建物の3階4階くらいの高さがあるんで、結構な高いところにいますね。結構ここのでも暑いな暑くなかったら最高なんだけど、いやいい景色、いやいいな。ここら辺に住んでる人たちは楽しいでしょうね。ああやってお店もねいっぱいあって、自転車取りに行くの忘れないようにしないと。今日はなんか結構いろいろ新しい場所を開拓できましたね。なんか最近気になる情報があって、なんだっけ、新しいとこに行ったり、今までしたことなかった経験をするとなんか幸福度が上がるみたいな、そういうのがあって、なんかいつも行ってるところに行くのもいいけど、なんかちょっといつもと違う道通ってみたりとか、いつもと違うお店に行ってみるとか、そうするとなんか幸福度が上がるらしいんですよ。確かにそんな感じするなって自分の感覚でも思うんで、いいかもしれないですね。私結構なんか同じとこばっかり行く癖があるんで、ちょっとね選択肢があった時はいつもと違う方を選んでみるといいんじゃないですかね。今日も新しいラーメン屋さん行ったし、ちょっと通ったことない道を通ったりしてきたんですが、でも全部が全部違うと疲れるので、それを日常生活の中に食い込ませるっていう感じでっていう風にすると結構バランスが取れていい感じになるんじゃないかなと思うんですけど、確かにそうだなって思いましたね。ちなみにさっきもう停止しちゃいましたが、1時間ぐらい自転車に乗って13キロも走ったみたい。かなり走りましたね。結構今日はいい運動になりました。味噌ラーメンの分くらいはカロリー消費してるといいんですけれども、いやしてないだろうな。400カロリー消費、絶対ラーメン分はいってないですね。いやー、てかもう5時か。楽しいとあっという間ですね。映ってるこういうの怖いですよね。なんか中から見られてる可能性あるんで、てか多分見えてますよね。さあ IKEA です。3ヶ月ぶりぐらいに来ましたね。ということでちょっと、2階のレストランで休憩しようと思います。なんかすっごい久しぶりっていう感じ。てか混み方やば。上は空いてるといいな。もう今日は暑いのに疲れたから暗くなるまでここにいようかなと思います。多分今から来る人はあんまりいないと思うんですよね。入り口も空いてましたし、狙ってこの時間に来てみました。変わってますね、やっぱ少し。このシェードうちにありますね。意外と全然空いてるじゃん。ガラガラ。びっくり。ちょっと混んでるの覚悟してましたけど、でも食べ物はもう少ないかもな。最悪ね、飲み物だけあればいいんですが。ザリガニね、食べてみようかな。めっちゃ気になる。ドリンクバーのマシンが新しくなってますね。糖分を半分に減らしましただって。じゃあ甘くなくなってるんでしょうかね。氷忘れた。いいや。
ご飯を食べる気はなかったんですけど、このザリガニね、ずっと食べてみたかったんですよね。食べたことないんですよ、ザリガニって。スウェーデンではなんか食べる文化があるらしくて、IKEA で食べれるって話を聞いたことがあったんで、ちょっと食べてみたかったんで、ちょっと選んじゃいました。どんな感じなんだろう。例えばザリガニってどうやって食べるんだろうと思って調べてみたら、一番上に IKEA のホームページが出てきて、ザリガニの食べ方を解説してましたね。でちょっとそれを見ながら食べてみたいと思いますが、結構手で食べないといけないらしいんで、手が汚れるみたい。難しい。取れた。これ本当はくるみ割り器みたいなのがあった方がいいらしいんですけど、そんなのないので頑張って手で剥きます。このままちょっと食べてみよう。めっちゃうまいんだけど、めちゃめちゃうまい。カニみたいだ、カニ。これめっちゃうまいな。ここをね潰すのにくるみ割り器みたいなのがあった方がいいらしい。結構硬い。いやこれ美味しいな。本当にカニみたい。でもカニとは違う。これどうすんだっけ。普通に取っていいって書いてあった気がするね。あ、来た。いやもう分かんない。もう適当にやってますが、IKEA のホームページの解説見ながらやればいいんだろうけど、手が汚れてねスマホが操作できないんですよ。でもめっちゃうまいわ。なんか結構好き嫌い分かれるらしいんですけど、うまい。あ、これはうまいわ。ここも食えんのかな。頭全部食べれんのかな。食べてみるか。いける。これうまいぞ。結構ハマるな。結構まだ可食分が残ってる気がするんですけど、レモンかけた方がいいのかな。これレモン。結構もう殻まで食べちゃってる気がするな。慣れてきた。ちょっともう一回実演しますが、まずこのハサミのところをねじって取ると。でここの関節引っ張るとね身が出てくるんですよ。痛い。めっちゃ痛い。出てこなかった。ここね、ハサミの付け根のところをこう割ると、ここにね身がいっぱい詰まってるんですよ。ほらこれね、これをほじくり出して食べる。ここの身は結構あっさりですね。で胴体はこの頭と尻尾のこの間のところ、ここ引っ張ると、このね尻尾のところにもね身がいっぱい詰まってます。この尻尾のところはハサミと同じ感じで、この頭のところがすごい美味しくて、ここ割るとねいっぱいこう身が出てくるんですけど、身がね少し色が濃いんですよね。でこれがすごい美味しくて、あとこの黄色っぽいの分かりますかね。映ってるかな。黄色っぽいのがなんか味噌らしいですね。ザリガニの味噌。この味噌がねいい味出してるんですが、これがね結構好き嫌いが分かれるんだって。ちょっと足が邪魔だけど足をうまく避けながら。うまい。
なんか本当にカニって感じですね。日本人も贅沢するときはカニ食べますけど、あっちのスウェーデンの人とかもなんかカニを食べるイベントがあるらしいんですよ。なんか年中行事みたいな感じで、日本にもいろいろね、この時期にはカニ食べるみたいなのあるかわかんないですけど、スウェーデンというか北欧にもね、このザリガニ食べる文化があるらしいです。美味しいな。でね、平気で何十匹とか食べるらしいんですよ、あっちの人は。確かにこれね、結構手間がかかるけど食べれるわ。何十匹も食べれます。そんなザリガニ何十匹も食べるのかよと思ったんですけど、これいけますね。激うま。この味噌美味しいですね。味噌がうまい。いやマジでうまい。日本もね、お祝い事でカニとか食べると思いますけど、スウェーデンの人もそういう感覚なんでしょうか。確かにこれは定期的に食べたくなる味かもしれませんね。うまいわ。うまい。もう少し食べれるとこがある気がしますが、もうなんかね、食べれそうと思ってても空だったりするんですよね。だから私には限界かも。これだけ食べとこう。もっと上手い人が食べればもうちょっと綺麗になるんだろうけど、ぐちゃぐちゃになっちゃいましたが、十分美味しかった。なんかすごい贅沢した気分です。ゆっくりできましたので、ちょっとね、今もう6時42分ですが、多分今日IKEA 8時までやってるんで、ちょっとゆっくりね、久しぶりなんでショールームでも見ようかなと思います。この時間さすがに人少ないでしょう。この、テーブルランプ兼スピーカー先日購入しましたが、なるほど、植物ここに飾れるんだ。こういうタイプのシェーダーだとこれめちゃくちゃいいですよ。あった。ミルク泡立てるやつ。これだよね。エスプレッソマシン買ってミルク泡立てるやつがなかったので、これね、ミルクジャム。なんか金属製のやつがいいらしいんで、ちょっとこれ買ってきました。これむちゃ安くなってんの。欲しいけどもう在庫ないのかな。下にないっすね。よく見たら欠品中って書いてあった。残念。この色良かったんだけどな。今のね、ベッドの色がちょっと気に食わなかったので探してたんですが、残念。いや、結局閉店ギリギリまで行ってしまいましたね。あと20分で閉店です。こんなギリギリまでいるつもりはなかったんですが、ゆっくりしてたらあっという間。涼しいことを願います。いや暑いな。なんか湿度、雨降った、もしかして。なんかそんな雰囲気がするんだけど、湿度が一気に上がった。マジか。なんかちょっと湿ってるね。水滴はついてないけど湿ってるわ。雨降ったんでしょうか。うわー、最悪。まあでもちょっと頑張って帰ります。47分。8時半くらいには着きたいな、頑張って。最近ですね、この長町の街の中通ってた方がね、さっき地図見てたらこっちの方が近いことが分かったんで、こっち通っていきます。ちょっと狭いですけどね。自転車漕いでるといいんですけど、止まった瞬間汗が吹き出してきますね。止まってる方がきついんですよね。なんか動いてる方が楽。上りはきついけど。すごいサックスを吹いてる人がいる。かっこいい。よし、43分。よし、エクササイズリングも一周しました。
さて夜ご飯は明太子パスタです。今日はなんか宴会してるみたいなので来てみてって言われたんで覗いてみます。どうもどうも。ようぽさん、宴会してましたか？台湾動画好きだから。あ、見た？面白かったです。それは良かったです。